柴犬が嫌いな人にだけする仕草一つ目、何度もあくびをする。柴犬があなたの前でいつもあくびをする、目を開いたままあくびをするといった行動を見せる場合、あなたとの関係にストレスを覚えている可能性があります。なぜなら犬は緊張を和らげたいという理由であくびをすることがあるから。あくびといえば一般的に眠い時にするものというイメージが強いですよね。もちろん柴犬も本来であれば眠い時にあくびをします。ただここで言っているのは眠くもないのにあくびをする時のこと。あなたのワンちゃんはどんな時にあくびをしていますか？柴犬のあくびが眠気ではなくあなたの存在をきっかけに起こっているようなら、それは柴犬があなたに対して緊張や不安、ストレスや恐怖といったネガティブな感情を持っていることの表れかもしれません。実際に豆柴きなしゃんもストレスのかかる場面では分かりやすくあくびを大連発します。動物病院で獣医さんに診察を受けている間は何度もあくびをしますし、トリミングサロンでトリマーさんに爪切りをされている間も毎回あくびをしながら「あお」と声を漏らしたりしています。これはちょっと可愛いんですけどね。もちろん単に柴犬があくびをしたからといって必ずしもあなたとの関係にストレスを抱えていると言い切れるわけではありません。中にはむしろその逆で、飼い主との絆が深すぎるがゆえに飼い主のあくびが移るというパターンもあるそうです。柴犬のそのあくびがポジティブなものなのかネガティブなものなのか正しく見極めるためにも、普段から愛犬をしっかりと観察しておくことが大切だと思います。次に柴犬が嫌いな人にだけする仕草2つ目、口や鼻を舐める。柴犬があなたの近くでしきりに自分の口や鼻をペロッと舐める行動を見せる場合、それはあなたにストレスを感じているサインかもしれません。なぜならこれもあくびと同様、犬が緊張を和らげたい時にする仕草のうちの一つだからです。おやつを食べた後に口をペロッとするのもストレスなの？それは違います。ここで言う口を舐めるというのは、口に食べかすがついているわけでもないのにという前提での話です。人間も不安や緊張を感じる場面で無意識のうちに頭をポリポリとかいてしまうことってありますよね。それと同じで柴犬もストレスのかかる場面では口をペロッとすることで自分や相手を落ち着かせようとするんです。またストレスによって必要以上に鼻水が出てしまうこともよくあります。鼻水が出れば柴犬はそれを自分で舐め取ろうとするので、鼻をペロッとする行動も増えるわけです。実際に豆柴きなしゃんも先ほど言った獣医さんやトリマーさんの前ではあくびを連発すると同時に口や鼻をペロペロしていることがとても多いです。きなしゃんが子犬の頃、初めて動物病院で鼻水をダラダラ出していることに気がついた時は、犬も鼻水を出すんだなぁと少し驚いてしまいました。このように柴犬が何かしらのストレスサインを発している時は、同時に他のストレスサインも合わせて発している可能性があります。あくびをする、口を舐める、鼻を舐める、一つ一つは些細な仕草ですが、柴犬の置かれている状況から全体を見てあげることで、柴犬の気持ちを正しく読み取ることができるかもしれません。続いて柴犬が嫌いな人にだけする仕草3つ目、耳を横に引く。柴犬の飛行機耳って知っていますか？飛行機耳とは、柴犬が嬉しい感情の時に両耳をペタッと横に寝かせる様子のことを指し、柴犬の最大級の喜びの表現として柴犬好きの間でとても人気があります。しかし
これ勘違いしてしまう人も多いのですが、柴犬はネガティブな気持ちから飛行機耳によく似た仕草をすることがあるんです。SNS などで嬉しい時の飛行機耳しか見たことがないという方の中には、柴犬が耳を寝かせるイコール嬉しいと思い込んでしまっている方もいるのではないでしょうか。しかし実は同じく耳を横に寝かせる仕草でも、耳を立てたまま横にグイッと引くような動きの場合は、逆に怒りや恐怖を表していることがあります。柴犬があなたの前で耳を横に引くようであれば、それは喜びの飛行機耳ではなく、あなたへの威嚇を意味しているかもしれません。というのも、そもそも本来、犬が耳をペタッと横に寝かせるのは、体を小さくして身を守ろうとする恐怖心の表れ。柴犬は嬉しい時にも飛行機耳をしますが、それは飛行機耳にすると撫でてもらいやすいから、飛行機耳にしたら飼い主が喜んだからといった飼い主との絆が深まる過程で後天的に身についたものである可能性が高いです。実際に私は豆柴きなしゃんをお迎えしたばかりの頃、喜びの飛行機耳と恐怖の飛行機耳の見分けがつかず、きなしゃんが耳を横に引いている姿を見て、あ、これが噂の飛行機耳かもと勘違いして喜んでいた時期がありました。ただ今となって考えてみれば、両者の違いは明確で、喜びの飛行機耳ならきなしゃんの表情は柔らかくほころんでいますし、恐怖や威嚇であればきなしゃんの表情は引きつったように硬くなります。あなたのワンちゃんの飛行機耳はどちらですか？柴犬が頑張って発している喜びやストレスのサインを見落とさないよう、耳だけに注目せず、表情全体から考えてあげたいですね。柴犬が嫌いな人にだけする仕草4つ目、うつむいて上目遣い。柴犬がいたずらをした後に罰が悪そうにうつむいて上目遣いをしてくることってありませんか？悪いことをしたと分かって反省しているのかな？一見するとそんな表情にも思えるこの上目遣い、実は反省ではなく、あなたに恐怖心を抱いている可能性があります。というのも、いたずらの後にうつむいて上目遣いをしてくるこの仕草は、飼い主に叱られることへ対するストレス反応だからです。実際は犬がいたずらをしていない状況でも、飼い主に叱られることで同じ表情になることが分かっています。つまり罪悪感に駆られて反省しているように見えるのは単なる人間側の思い込み。柴犬はあなたに恐怖を感じて上目遣いをしているだけということです。柴犬にとって飼い主に恐怖を感じながら送る毎日ってどんなだと思いますか？自分を守ってくれる唯一の存在であるはずの飼い主に24時間365日怯えながら過ごさなければならないんです。とてつもなく苦痛だと思うし、私だったら逃げ出したくなると思います。これまで柴犬がいたずらをした後にきつく叱ったり機嫌を悪くしたり、ましてや体罰なんかをしてしまった経験があると、柴犬はあなたを怖がり、このうつむいて上目遣いのストレスサインを出すようになるわけです。実際に豆柴きなしゃんも遊んでいる最中に勢い余って飼い主の手を噛んでしまった時や、お留守番中にカーペットをむしってしまった時など、あ、しまったという場面で反省顔のような表情を見せます。最初は私もきなしゃんが反省して落ち込んでいるものだと思い込んでいたのですが、これが飼い主へのストレス反応だと知り、きなしゃんではなく私が反省をしました。我が家ではこれまで叱らない、罰を与えないという方針でしつけを続けてきたつもりではありますが、それでもきなしゃんからすれば恐怖を感じる要素がどこかにあったということだと思います。
うつむいて上目遣いを頻繁にされる人は、柴犬との関係に問題があるかもしれません。叱るしつけをしていないか、無意識のうちに恐怖を与えていないか、これを機に愛犬への接し方を振り返ってみましょう。柴犬が嫌いな人にだけする仕草5つ目、片足を上げて止まる。柴犬があなたの前でいつも動きを止めて硬直する。片方の前足を上げたポーズでピタッと止まるといった行動を見せる場合、柴犬はあなたの存在にかなりの緊張感を覚えている可能性があります。というのも、柴犬が動かない状態は意外と見逃しがちではありますが、緊張やストレスによる硬直であることが少なくないからです。犬がストレスを感じた時って、なんとなく暴れ回ったり噛みついたりといった動きまくる状態をイメージしやすいですよね。そのためピタッと動きを止めた柴犬には、なんだ静かに落ち着いてるじゃんと感じてしまう方もいるかと思います。ただこれは人間にも言えることだと思いますが、急に予測不能なことが起きたり、自分のキャパをはるかに超える出来事が起きたりすると、頭が混乱してフリーズしちゃうことってありますよね。それと同じで、柴犬も緊張やストレスでフリーズしてしまうことがあるんです。実際に豆柴きなしゃんは、お迎えした直後の子犬期にこの緊張によるフリーズをよく起こしていました。よくあったのが、お水を飲みながら右の前足を上げ、じっと飼い主の方を凝視する仕草。当時はなんか見てくる、かわいいなと思っていただけだったのですが、今になって考えてみれば、きなしゃんが相当の緊張をしていたことがわかります。柴犬がピタッと動きを止めた状態は、飼い主にとっては困ることが少ないため、見落としがちな仕草でもあるかもしれません。ただ、柴犬にとってみれば、フリーズしてしまうほどにストレスを感じている状況ということです。あなたのワンちゃんには不自然にフリーズする瞬間はありませんか？注意して見てあげることが大切だと思います。ここまで柴犬が嫌いな人にだけする仕草を5つ解説してきました。あなたはいくつ身に覚えがありましたか？一つでも経験のあった方は、この動画を見た今が愛犬との関係を見直すチャンスかもしれません。このチャンネル豆柴きなしゃん柴犬との暮らしでは、今回のように柴犬との暮らしをテーマにした動画を定期的にアップしています。柴犬にもっと好かれたいと思った方は、新しい情報を見逃さないようチャンネル登録をお忘れなく。最後に豆柴きなしゃんの独特なストレスサインを一つ発表して動画を終わりたいと思います。きなしゃんのストレスサイン、それは名付けてスティックパン現象。私は常々きなしゃんのことをコッペパンに似ているなぁと思いながら日々を過ごしています。柴犬を飼っている方ならきっとこの感覚わかりますよね。しかし、きなしゃんはストレスの限界に達した時にだけコッペパンじゃなくなるんです。これからシャンプーされそうな雰囲気を察したり、動物病院に連れて行かれる雰囲気を察したりすると、きなしゃんは体を床に伏せ、前足をきれいに揃え、尻尾の巻きをだらんとほどき、全身をキュッと固く絞って細くなります。その姿はそう、まるでスティックパンのよう。きなしゃんのスティックパンモードは飼い主としてはとても可愛くて笑ってしまいそうにもなるのですが、きなしゃんからすれば笑い事ではないくらいストレスを感じているということなので、その姿を惜しみつつもきなしゃんがコッペパンに戻るように毎回頑張ってリラックスをさせています。ストレスでコッペパンからスティックパンに変身しちゃうのってきなしゃんだけなんでしょうか？うちも同じという方がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。